それでは西修正さん、ご紹介したいと思います。それではどうぞ。お願いします。皆さんこんばんは、西です。先ほどご紹介にいただきました、私ロシア映画の研究をやっております。主に現代ロシア映画ですね。現代というのはいつ頃かというと、現代映画っていうのはいわゆるスタジオシステムが崩壊した後というふうに私は考えておりまして、1950年代以降ですね、1950年代末ぐらいからですね。でとは言いましても、実はソ連のスタジオシステムというのはその後崩壊してはいなかったんですね。逆にちょうど1950年代タルコフスキーが映画大学に入学して、それから卒業制作を作って、国際的に認められ始めた1950年代の末から1960年代の初めにかけてが、ソ連映画産業の再生、それから、黄金時代に続く最初の時期だったんですね。だけれどもその1960年代の前半ですねに、その雪解けが、ちょうどタルコフスキーが国際的名声を得て、それから自分の共同制作者たちですね、後に、鏡の脚本を共同で書くアレクサンドル・ミシャーリンという彼より8つ若い人がいますけれども、彼と出会ったり、それからコンチャロフスキー、彼よりも若いコンチャロフスキーと一緒に、アンドレイ・ルブリフのシナリオを書いたりとか、こういったことがあった1960年代の前半を過ぎると、この雪解けという時期が終わってしまう。そのスターリン批判をやったフルシチョフという書記長が解任されて、ソ連は再び、冷たい時代に入っていく。これがいわゆる停滞の時代の始まりなんですね。で1960年代の末から、1970年代ずっと通してですけれども、停滞の時代と言われています。ところがこの停滞の時代っていうのは、実はソ連の映画産業にとっては黄金時代だったんです。逆説的ですけれども、1960年代の最初に、作られたシステムですね、映画産業のシステムがかなりうまく機能して、ちょうどその停滞の時代にかかった頃の1972年に、それまで国家映画委員会という検閲機関のトップにいたアレクセイ・ロマーノフという人が解任されてですね、ロマーノフよりはもう少し映画が分かるフィリップ・エルマシという人がその後釜に座ったわけです。実はエルマシという人はプロデューサー的な資質を持った、検閲機関のトップという非常に奇妙な立場にいたわけですね。で、タルコフスキーは非常に気難しい人ですし、自分自身も、最終的に何がしたいのか分からないこともあったというので、その割に国際的な名声がすでにあったので、いわゆる芸術的な権威というのは創造的な知識人の中ではかなり高かったわけですね。でそういう人々を、当時のソ連の官僚たちは恐れました。つまりロシアには19世紀から、もうプーシキンの時代からですけれども、クリエイティブな知識人を恐れる、官僚たちや、あるいは、専制君主たちがそういった人々を恐れるという、そういう伝統があります。